はい、今回は受け身について、解説していきたいと思います。まず受け身なんですが、空中に浮いた時に PKG 同乗子で、取れる動作のことです。で、この受け身ってやつなんですが、簡単に言うと3種類あります。まず横転奥、横転手前でその場受け身、この3つがあります。受け身の、メリットとデメリットを説明します。まず受け身のメリットなんですが、これはですね、単純にダウン状態に移行しないので余計な追撃を食らわなくなります。受け身を取らない場合は、ここまで食らってしまうのですが、受け身を取るとこの後の追撃食らわなくなります。これがメリットです。次は、受け身を取った際のデメリットですね。こちらを説明します。受け身のデメリットは、受け身を取ってしまうことによって、動きがやっぱもう一定になってしまうので、相手の置き攻めですね、強烈なやつを、受ける形になってしまいます。これが、デメリットです。こんな感じですね。これを受け身取らなかったら、本来だったら何事もなくやり過ごせる選択肢なんですが、受け身を取ることによってこの選択肢が成立してしまうので、非常に厳しい感じになってしまいます。このような感じで受け身を読まれた場合は攻め込まれてしまいますので、状況をうまく判断して受け身を取る取らないっていうのを使い分けていてください。受け身取った際なんですが、1個これ注意事項があります。受け身を取って、そのままガード状態に移行する際、要はガードボタン、受け身取った後にガードボタンを押しっぱなしにしておき上がるといいですね。この時というのは必ずしゃがみ状態を経由して立ち状態に移行します。で、何が注意点かというと、この、立ち状態に移行するまでの少しの間しゃがみ状態を経由するんですが、そこに、下段投げを決められてしまうシチュエーションがあります。それがどういうことかと言いますと、こんな感じです。これガードしか押しませんけど、受け身を取った時に、しゃがみ状態を経由しているので、ガードを押しっぱにしとくとこのように、下段投げを食らってしまいます。これが注意点ですね。下段投げとか持ってるキャラ、やっぱ結構強力なダメージソースになっているので、この点をちょっと注意して、受け身を取ってください。で、一応その、保険ってわけじゃないんですが、受け身を取ってガードボタンを、要はガード状態に移行するときですね。その時は、66G という感じでガードをすると、立ち状態に移行する速度が少し速くなるので、下段投げを食らいにくくなります。で、どういう感じかっていうのをちょっと今からやります。まずこれガードしか押してません。食らいます。次です。次は66でやります。66。こんな感じですね。66って入れて、これ立ってるんですが、66G とやってます。で、こういう風にちょっと保険的なテクニックを使うと、下段投げが少しかかりにくくなるんで、なんかその困った時はやっておくと、助かることがあるかもしれません。程度に覚えておいていただければと思います。次は、ジャスト受け身に関して、説明します。で、ジャスト受け身っていうのがですね、すごく簡単に言うと、目押しで受け身を取るだけなんですが、そのジャスト受け身ができることによって本来食らわなくていいダメージがあるんですが、特に投げとかに多いんですけども、それを食らわなくなります。その状況が、どういう状況かというと、例えばこれジャッキーなんですが、46PG 投げ、サディスティックハンギング2だっけなっていう投げなんですが、これです。これ投げます。そうするとダメージ入ってるのが3つに分かれてると思うんですが、10、40、10という風に入って、合計60ダメージが入ってます。
ただこの投げはジャスト受け身を取ることができます。でどの部分かというと最後のこの設置した部分ですね。この設置した部分で最後のダメージ10入ってるんですが、これをジャスト受け身で0にすることができます。今ちょっとコンピューターにジャスト受け身をするように設定しましたんで、同じ投げ決めてみます。投げました。これコンピュータージャスト受け身取ってます。左下の表示見てもらうと、さっきは3ヒット60と書いてあって、やっぱり2ヒット50って書いてますよね。これがジャスト受け身が成功した状態で、10のダメージ軽減を行えてるっていうことになっています。でこれがですね、これ受け身取るだけでいいわけじゃなくて、ちゃんとジャストじゃないとダメです。でジャストじゃない場合ですね、これジャスト受け身じゃないただの受け身設定をしてるんですが、そうした場合は受け身を取っても最後のダメージこのように入ります。ジャスト受け身を取るタイミングなんですが、大体イメージなんですけれども、本当にキャラの背中が地面につく瞬間ぐらいですね。それぐらいを目安に受け身を取ってください。で、ちょっと実演してみますね。こんな感じで、地面に接する、本当瞬間というか、それぐらいを目安にして、PKG で同乗すると、比較的、ジャスト受け身を取ることができます。ジャスト受け身を、取れることによって、もう一つ利点があって、相手のダブルアップを、防ぐことができます。でそれどういうものかというと、これですね。これは、完全に空中コンボになっています。このコンボですね。もう一つ、こちらのコンボですね。こちらコンボにはなってないんですが、この行動です。この行動なんですが、これは厳密にはコンボになっていません。どの部分でコンボになってないかというと、下パンの後ですね。下パンとその次の技の間で受け身を取ることができますが、受け身を取ること自体は結構実はこれむずいです。ですが、先ほど練習した、ジャスト受け身ですね。練習したというか、説明したジャスト受け身なんですが、これをとっさに取れることによって、今のコンボを食らわなくなります。で、食らわないと、やっぱり普通のコンボだったら知らないけど、今の、受け身取れるコンボレシピをいくと、殺せるって状況がやっぱちょこちょこ存在するので、そういう時に受け身をミスって死ぬってことが多分減ると思うんで、ジャスト受け身はこんな感じで絶対練習した方がいいテクニックなので、練習してください。次はですね、受け身終わりにですね、ガードしかできないタイミングっていうのがあるんで、それの説明します。どういうタイミングかっていうと、受け身の終わりはですね、その時にですね、ちょっと何フレームか忘れちゃったんですけど、ガード以外の行動ができないフレームがあります。で、その間にですね、技が重なった場合は、暴れようが避けようがもう絶対、食らいます。その行動に勝つって変ですけど、しのぐにはガードボタンを押すしかありません。で、どういう状況かっていうのは今からやります。これですね。これの後、小ボクを重ねるんですが、これ受け身取っても重なってるんで、避けれません。今は暴れましたが、これ受け身取ります。避けます。避けれません。もう一回やります。避けれません。じゃあ次暴れてみます。受け身を取って暴れてます。これ食らってます。で、食らってるんですが、技を打ってるから、それ食らうよってなるかもしれないんですけど、ちょっと見てほしいのは、これ、カウンターヒットじゃなくてノーマルヒットなんですよね。技も出せない状況なので、ボタンを押しても、ボタン効いてません。なので、ノーマルヒットしています。こうですね、黄色く光ってないので、ノーマルヒットになっています。というのは、こういうタイミングですね。技を重ねられると、避けれないが、暴れられない、ガードしかできないタイミングになっています。で、これがですね、状況によっては、技を重ねることで側面を取られたりとかします。こんな感じですね。受け身を取ります。ガードします。
これ重なってるんですが、重なってる上に側面ガードになってます。なのでこれとても不利な状態になっています。まあこんな感じで、技をですね、重ねられると、もうほんと投げとこの重ね打撃でほぼ完全二択ですね。投げとこの重ね打撃でほぼ完全二択になってしまうんで、まあここはもう受け身を取る取らないの弓をしてくださいとしか言いようがないんですが、まああえて言うのであれば、もう技が重なりそうと思ったら無理して避けるとか暴れるとかをするよりも、おとなしくガードするっていうのがまあ意外と良かったりするんで、そこら辺はちょっと、まあ、対戦してみて、まあ、覚えてくださいとしか言いようがないですね。まあ、ここはちょっと練習というか経験の差が結構出るところなんで、まあ、頑張ってシチュエーションを覚えてください。最後に、遅受け身という、まあ、テクニックがあるんですが、それの説明をします。で、まあ、遅受け身っていうのは、まあ、その通り、受け身をジャスト受け身と真逆で、ギリギリまで遅らせて受け身を取ることを言います。で、この遅受け身ってじゃあどういう風に使うのって話になるんですが、これはですね、この遅受け身を使うことによって、まあ、相手の技重ねをある程度、回避したりすることができます。で、今からそれをちょっと実演してみます。まあ、この長山から小木重ねという連携なんですが、これ最速で受け身取った場合、まあ、こんな感じで側面ガードになってしまいます。まあ、今は正面でしたけど、これ重なってます。暴れてますけど、ノーマルヒットなんで重なってる証拠です。まあ、こんな感じですね。で、これをですね、遅らせ受け身をすることによってどうなるかと言いますと、小木が透かります。こんな感じで、受け身を取るのが遅れた分、相手の技重ねがタイミング的には速くなります。その結果、相手の技が、うまく重ならずに、使ってこっちが一方的に反撃を決めれるという状況になります。それがこれですね。この遅受け身というのは、どのダウンでも基本的に取ることができますが、切りもみ吹っ飛びですね。まあ、このアキラの長山みたいな切りもみ吹っ飛びなんですが、この後とかっていうのは遅らせ受け身の受付時間が若干、長いです。この普通の吹っ飛びとかと比べたら少し切りもみとかの方が遅受け身の猶予時間が増えています。で、その相手が技を重ねてくるタイミングっていうのはやっぱ切りもみダウンの時の受け身に対して重ねてくる場合とかが多いので、普段遅受け身とかを取らなくても切りもみダウンの後とかだけでもいいので、まあ、取れるように練習しといた方が、いいと思うのでちょっと練習してみてください。受け身に関しては、これで以上となります。まあ受け身ってまあすごいなんか当たり前に使ってる行動なんですが、掘り下げてみると、まあ、意外と深い部分があったりなかったりとかするので、まあ、ここら辺も、練習しておくと、まあ、地味に勝率アップにつながると思うので、皆さんちょっとよかったら練習してみてください。ありがとうございました。